皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは Q&A です。まずはじめに以前質問をしてくださった方々、本当にありがとうございます。そして質問を募集してからもう1ヶ月以上経ってしまったかなと思うので、このエピソードを作るの遅くなってしまい申し訳ございません。今回ついにやっとこの Q&A のアンサー動画を作ろうと思います。もう何質問したか忘れたよとか、もう興味ないよとかって思ってしまう方がいないことを願っています。そして質問は英語で、質問していただいたり日本語で質問していただいたりしたので、一応全部日本語に翻訳してどんな質問だったかっていうのを先に話して、その後に回答をしていこうかなと思います。そしていくつか似たような質問をいただいたりもしたので、それは一つにまとめて答えていきます。では早速質問に答えていきます。まずは簡単な質問からです。質問1つ目は好きな映画はですね。私にとっては少し難しいかなと思っていて、それは私はあんまり映画を見ないんですよね。そして日本の映画ってなったらもういつ見たっけなっていう感じなんですけど、アニメ系の映画で好きなもの、ジブリとかだったら千と千尋の神隠しか魔女の宅急便、この2つが一番好きです。実写の映画は本当に日本の映画は特に最近を見ていないなと思います。なのであんまりどれがおすすめとか言えるものも今のところはないかなと思います。では質問2つ目、好きな音楽は何ですか？そして最近日本で流行っている音楽は何ですかってことなんですけど、一応日本語のポッドキャストなので日本語の音楽で何を聴いているかを答えていこうかなと思うんですけど、日本語の音楽だったらクリーピーナッツをよく聞きます。クリーピーナッツはブリンバンバンバンとか、あとはダンダダンとか、そういったアニメの主題歌を歌っている歌手です。知っている方も結構多いかなと思います。クリーピーナッツは私はそうですね、数年前から結構聴いている日本人の歌手かなと思います。あとはランダムにも聴いたりするんですが、バウンディとかもたまに聴きます。そして今日本で何が流行っているかなんですが、Spotify の日本のランキングを見てみると、もう圧倒的にミセスグリーンアップルかなと思います。ケセラセラとか、そういった曲は本当によく聴かれているし、日本でもお店とか、なんかどこに行っても流れている曲だなって思います。あとは日本人は K-POP とかの音楽も聴くので、例えばロゼのアパトとかそういうのもよく聞いているし、チャートもトップにいるかなと思います。では次の質問、3つ目の質問はどうやってこのポッドキャストを作っているんですかっていうことなんですけど、このポッドキャストの作る手順を簡単に説明すると、まずはアイデア、どんなテーマにしようかな、何を話そうかなっていうのを考えたり、なんか日本の伝統的な日とかイベントとかそういうのがあれば、それを話そうと思ってちょっと調べたりとかしてスクリプトをまずは書きます。スクリプトを書いて、そしてそれをレコードして、でそこに音楽をつけます。何度もリピートしている箇所、めっちゃ噛んでしまった、言い間違いをしてしまったみたいな箇所はちょっと切って編集して、でそして音楽をつけて、そしてまずは Patreon のメンバーシップの方、メンバーシップに入ってくださっている方に向けたオーディオバージョンをまずアップロードして、でその後に皆さんが YouTube で見ているような文字起こしをしたものを Canva で作ります。私は Canva を使っていて、そして Canva でその文字を全部書いていったり、ちょっとデザインをして、そしてその後にキャップカットで全部つなげてます。どの編集アプリを使っていいかとかも全然わからなくて、キャップカットは無料で以前に使ったことがあって、それが入っていたので、もうそれをそのまま使っているという感じです。本当に無料で使えるものばかり使っています。Canva は一応 Canva Pro に入っているんですけど、
ほとんど無料で使えるもので成り立っています。今後はもうちょっといいものとか編集のやつもちゃんとしたものとかもっと機能がいっぱいあるやつを使ってどんどん動画のクオリティも上げていきたいなと考えています。手順はこんな感じです。スクリプト書いてレコードして動画作ってポストするといった感じです。では次の質問、4つ目の質問は私の日本企業でのその経験を話してほしいっていうことなんですけど、私は2つの違う会社で学生の時にインターンをしたことがあります。日本の企業っていうとそれだけで、卒業した後に働いていたのはインドの会社で日本にある、場所は日本だったんですけど完全なる日本企業とはちょっと違うかなと思います。なので私の経験ベースになるとそのインターンをしていた時の会社になります。一つは語学学校を運営している会社で、インターンしていて、でその時は、スタッフは日本人とフィリピン人の方がメインでした。で、インターンだったのでそのフルタイムで働いている方々とはちょっと違うかなと思うんですけど、周りを見ていてもめちゃめちゃ残業している、もう一生仕事しかしていないみたいな雰囲気はそこの会社はなかったです。そしてなんか休めないとか有給取れないとかっていう感じもその会社はそんな雰囲気はあんまりなかったです。ちゃんと制度は整っているなって思いました。そしてもう一つインターンをしていたところはスタートアップの会社だったので、本当に起業して2年目とかのとっても小さい会社でした。そこでは事務作業的なことを手伝うインターンとかをしていました。そこはスタートアップだったんですけど、インターンの私とか他の業務委託で仕事をしている方とかには結構もう融通きく、そして正社員の方でもなんか結構融通きく、休みはちゃんと取りなさいみたいな、日本のブラック企業とかに比べると全然マシな企業で、そしてそこで働いていた方たちは本当になんかみんな根っこがもうめっちゃいい人っていう感じだったので、そこのインターンはめちゃめちゃ良かったです。インターンはそのフランスに留学中にオンラインでもしていたんですけど、オンラインだともちろん時差もあったりとかなんかいろいろあったんですけど、私のやりたいように結構やらせてもらえてめちゃめちゃそこは良かったです。他にはバイト、学生時代にアルバイトとかだったらいっぱいいろんなものをしたことはあるんですけど、フルタイムで働くのとはちょっと違うかなと思うので、バイトの経験はまた別のエピソードでお話しできればなと思います。そして次、先ほどの質問と重なる部分もあるんですけど、私の日本での仕事の経験、そして良かったところ、悪かったところなんですけど、仕事の経験はバイトはいろいろして、インターン2つと、あとはもう一つはインドの会社、そしてそれが日本にあるところで、あとはカスタマーサービスのお仕事をしていたので、電話対応とかメールとかそういったのが基本的な業務でした。仕事は全部日本語でやっていたんですけど、英語もたまに使うかなみたいな感じでした。で、そこは結構いろんな国籍の方がいました。半分ぐらいは日本人だったと思うんですけど、それでもいろんな国籍の方がいた会社だなって思います。私が働いていたところはインターンも含めなんですけど、結構ちゃんと融通が利く方かなと思います。休みも取れるし、残業とかもほとんどないし、周りのその上司の方とか見ててもそこまでめちゃめちゃ働きすぎてるみたいな、よく聞く日本人は仕事ばっかりみたいな感じな雰囲気はそこまでなかったです。もちろん多分残業とかもたくさんしていると思うんですけど、そのよく聞くような仕事みたいな感じではなかったです。それがいいところかなと思います。で、悪い経験は正直私はあんまりしていないです。まだなんか経験が浅いっていうのもあると思うんですけど、同僚、一緒に働いている人たち、そして私の上司の方々、今までが結構みんないい人というか、そんな怒鳴られるとかっていう感じも今までなかったです。
なんか別に同僚同士、一緒に働いてる方同士で揉めたりとか、残業ばっかりとか、なんか残業代払われないみたいな、給料が全然ないみたいなっていうのもあんまりっていうか、私の記憶上ではないです。そういった話を聞くのは事実なので、日本の会社がその全てめっちゃホワイト企業って言って、休みたい時はいつでも休めて、休みも取れる、残業もあまりないみたいなクリーンな企業ばかりではないんですが、私は幸いにも幸運にもラッキーなことに、あんまりそういった企業で働いた経験はないので、まだ今のところは悪い経験はしていないです。そしてこれにつながることで、今お仕事は何されているんですかってことなんですけど、先ほど言った会社は今は辞めて、で今はこのポッドキャストだけになります。今はこのポッドキャストを作るのをメインに仕事をしています。なんですけど、収入的にはまだまだ全然このポッドキャストだけで生きていけるような収入を得ることはできていないので、そうですね、2025年はこれはもっともっと成長させて、自分でポッドキャスト作ってます、これが私のメインの仕事ですって言えるように頑張っていこうかなって思っています。なんですけど、さすがに今のところはこれだけではできないので、もう一つなんか仕事を探そうと思っているところです。前の会社は去年辞めて、今はこれだけという感じです。そして次の質問は、日本で外国人が仕事を探すのは、また仕事をするのはどのぐらい難しいですかっていうことなんですけど、一言で言うなら難しいと思います。もちろんどの仕事をするかにもよるんですけど、日本人に比べると日本語のレベルとかビザを発行しないといけないとか、いろんな壁があると思います。なので雇う側、会社側からしたら、もちろんそのリスクが少ない日本人を採用したくなるのは当然かなと思います。なんですけど、もちろん不可能はないと思います。皆さんのその日本語のレベルとか、仕事によったら英語だけ使うとか、中国語だけ使うとかもたくさんあると思うんですけど、そういった仕事をすれば別に日本語は関係ないし、皆さんがどんなスキルがある、プログラミングできるよ、デザインできるよとか、何でも大丈夫だと思うんですけど、そういったスキルがどのぐらいあるかによるかなと思います。それがあれば全然もちろん難しいですけど、できないことはないし、日本は今本当に人手不足で、どんな企業とか職種でも人が足りていない、人材不足って言うんですけど、人が足りていないので、皆さんのスキルがあればそんなに難しいことではないかなと思います。一つ問題なのはビザぐらいかなと思います。なので、例えばワーキングホリデービザが、使える国に住んでいる方とかだったら、比較的ハードルは下がるかなと思います。でもそのワーキングホリデービザとかでも、どんな職種でも大丈夫かとか、ちょっと私は詳しくはわからないんですけど、そのハードルを下げるっていうので、そのワーキングホリデービザで一度日本に来てみて、仕事をしてみるとかっていうのもありかなと思います。そして次の質問が、どうやって毎日日本語をもっと効率よく学べるか、そういった忙しい中でもどうやって勉強していくか、そしてテキストとオーディオがどっちもある教材を探すのが難しいってことなんですけど、まず忙しい中でもどうやって勉強していくかっていうのは、やっぱり隙間時間、仕事をしている時のちょっと休憩時間1時間とかあるなら、そのうちの15分だけでも日本語の勉強をアプリとかでやってみるとか、通勤通学の間に日本語のオーディオ、ポッドキャストとか音楽とか何でもいいんですけど、そういったのを聞く。朝、例えば10分早く起きて10分間に昨日勉強した単語とかを復習する。夜寝る前の10分間にまた新しい単語を勉強するみたいな感じで、そういった隙間時間をどれだけ有効活用できるかが、特に忙しい方にはそういった隙間時間でできるものを考えてみてほしいなって思います。そしてその教材、テキストとオーディオがある教材を探すのが難しいってことなんですけど、これは私のポッドキャストを見ていただいたら YouTube でもテキスト書いてあって、そしてオーディオもあるものになるんですけど、他の方の例えば YouTube にあるものだといろんなポッドキャストがあると思います。テキストもあって、そしてポッドキャストなのでもちろんオーディオで喋っていて、
そういったものをたくさんあるので、日本語ポッドキャストとかジャパニーズポッドキャストみたいな感じで検索するといろいろ出てくると思います。あとはもっと詳しく知りたいみたいな感じで、トランスクリプト欲しいとか、なんか他の単語のリストが欲しい、オーディオで読み上げてるものが欲しいっていう場合だと、少しお金はかかるかなと思います。だいたいそういうのはメンバーシップとかでオファーしていたり、教材を販売している方もたくさんいるので、少しそういうのはお金かかるんですけど、もしお金に余裕があるならそういったものを買ってみて集中的に勉強するのもいいかなと思います。あともし教科書とかで勉強したい場合は、なんかオーディオ付きの教科書とかはたくさんあると思います。文法書を買うんじゃなくてフレーズ集とかなんかそういったものを買うとだいたいオーディオもついているかなと思います。次の質問は神社とかお寺に行った時のマナーだったりエチケットとか、そのしない方がいい行動とかこうした方がいいよみたいなこと、そういったのを教えてほしいってことなんですけど、まず神社なんですけど、神社には鳥居があります。そしてその鳥居をくぐる前には一礼、お辞儀、お礼をします。例えば京都にある伏見稲荷とか、その鳥居が何千本とかってあるところで、全ての鳥居をくぐるときにそのずっとお辞儀をしないといけないのかってことなんですけど、そこはさすがにできないですよね。なのでそういったところでは神社の入り口にある大きい鳥居をくぐるときに一礼する、ちょっと頭を下げてお辞儀する、一礼してその通りをくぐります。そして参拝するとき、神社の前に行って、お賽銭、お金を入れて、でそういった儀式があるんですけど、その時はまず、お賽銭を入れて、そして2回お辞儀します。そしてその後に2回拍手します。そしてもう一度お礼します。なので2回お礼して、2回拍手して、1回お礼します。そしてその後に皆さんの願い事とか、ちょっと目を閉じて手を合わせて考えます。マニフェステーション的な感じで。そしてその願いを、言い終わったらどきます。歩いて帰っていくっていう感じです。そしてお賽銭箱って言ってお金を入れる部分があるんですけど、多くの方はコイン1円、5円、10円とか、その小銭を、入れる方が多いかなと思います。でも例えば1000円札を入れたい、1万円札を入れたいっていうのは全然大丈夫です。何円入れないっていうのはないので、皆さんの気持ちのお金を入れてみてください。金額に上限とか何円絶対とかもないので、多くの方は小銭を入れます。そして小銭とかだったらなんか余ってあまり使えないとかっていうのもあると思うので、そういった小銭を入れて参拝するといいかなと思います。そして次、お寺なんですが、お寺での参拝マナーは少し違っていて、参拝するときにお賽銭をまずは入れます。そしてお寺では拍手をしないです。お寺の場合は両手を合わせて合掌して、そのままお辞儀します。これで終わりです。その拍手とかはなしで、手を合わせて一度だけお辞儀して、そして目を閉じて何かお願い事をしたり、それが終われば、もう一度一礼して去ります。そしてお寺には線香をたくさん焚いている台みたいなのがあるんですけど、そこでちょっとその煙を浴びるといいことがあるみたいな風に言われているので、その煙を浴びて、そして帰ります。これがちょっと違う、神社とお寺のルールです。これをもちろんね、覚えていて皆さんもできた方がいいんですけど、そんなに神経質にならなくて大丈夫です。何か注意することがあるとすれば、なんかめちゃめちゃ騒ぐみたいな、神社とかお寺で騒ぎまくるとかっていうのは NG です。一応神聖な場所なので、普通に行って観光して帰ってくるとかで全然大丈夫です。あと一つ言うことがあるとすれば、立ち入り禁止の部分とかっていうのがたくさんあると思うんですけど、神社とかお寺でも立ち入り禁止っていうのは、こっからは入ってはいけませんとか、なんかドアがあったり柵があって、その奥には入ってはいけませんっていうところがたくさんあるかと思うんですけど、でもそういったところを見て、うわめっちゃ景色綺麗な、建物綺麗なっていうので写真を撮りたくなると思うんですけど、写真とか動画とか
そしてその立ち入り禁止の部分に入っていってなんか壊したり怪我したりとかっていうニュースを見たことがあるんですけど、それは立ち入り禁止部分だから絶対に入らないようにしてほしいし、その迷惑、お寺とか神社の方にも本当に迷惑になるので、そういったルールをちゃんと守って、参拝観光していただければなと思います。次の質問は、私がフランスへ留学したきっかけは何ですか？そしてなんでフランスを選んだか、留学体験はどうだったかってことなんですけど、フランスに留学したきっかけは、まず高校を卒業するときに日本の大学にはあまり行きたくないなと思って、留学したいなって思って、その大学とかをいろいろ調べているときに、フランスのその大学を見つけて、そしてその時にたまたまそこに留学している日本人の方と知り合ってというかお話しする機会があって、でいろいろ話を聞いて、いいかもなみたいな感じで決めました。私は留学しようと思って英語を勉強していたんですけど、でその時にヨーロッパでは英語で勉強できるというか英語で学べる大学がたくさんあるっていうのを知って、最初のプランとしてはアメリカとかカナダとか英語圏だったんですけど、ヨーロッパいいかもなってなって、そしてフランスにしました。めっちゃ正直に言うと、そんなになんか感動するようなというか、大きなすごい理由があったわけではないです。なんかもうフラッと、ここでいいかもな、ここにしようみたいなぐらいで決めました。で、その留学した体験は、全体的に言うともうめちゃめちゃ良かったです。留学して本当に良かったなって思います。もちろんまずフランス語を全然話せないから、もう生活で困ることというか大変というか、そういったこともあったんですけど、いろんな人にも出会えたし、ヨーロッパもいっぱい旅行できたし、行ってよかったなって思います。なのでもし今留学を悩んでいるとかっていう方がいたら、もうぜひ絶対に留学っていうのはしてみてください。海外にちょっと旅行するとか、1ヶ月間住んでみる、ワーホリとかいろいろあると思うんですけども、そういうのは特に若い時に皆さんやっていってほしいな、どんどん挑戦してほしいなって思います。では最後の質問なんですけど、日本のお笑い番組とかお笑い芸人で好きな人いますかってことなんですけど、私はお笑いをよく見ます。日本のお笑い芸人、コメディアンとかの YouTube とかをめっちゃ見ます。あんまり最近はテレビを見ないので、どんなテレビ番組があるかっていうのはわかんないんですけど、最近よく見る YouTube、お笑い芸人の YouTube だと9番街レトロっていうコンビがいて、その人たちの YouTube とエルフっていうコンビがいて、その人たちがやってるチャンネルをよく見ます。あとチャンネル登録者数もめちゃめちゃ多くて、多分日本人だったらほぼ全員知ってるんじゃないかっていうお笑い芸人のチャンネルは、かまいたちっていうコンビの YouTube チャンネルと、チョコレートプラネットっていう YouTube チャンネルとか、コンビがやっている YouTube チャンネルがあるんですけど、これもよく見ます。今回は、以前募集した質問に答えていきました。皆さんどうでしたか？何か、知りたかった答えなど知れましたかね？うまく答えることができていたかは正直わからないですが、皆さんが欲しかった答えがあったらなって思います。いくつかちょっと長くなりすぎて省いてしまった質問とかもあるので、もし皆さんがいろんな質問とかまだまだありましたら、第2弾とかも、いつかやっていこうかなって思います。なのでまた何か質問があれば動画のコメント欄に書いていただければなと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。